はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の法則説明させていただきます。お願いします。じゃあいきますね。ちょっとやっとね8月の水星逆行が終わったので、自分の中で悶々と考えていたことや苦しい思考からやっと解放されるかもしれませんね。ちょっと見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドのページ、死神の逆、ペンタクス9、カップナイト、カップ7、ワンド7逆、フール逆。はい、気をつけることは対策が運命の輪と節制逆とオラクルはストレングスです。やったーみたいな感じ。すごくなんかドキドキしましたけど、ヤギ座の皆さんよかったねって感じがしました。まずちょっと星の話をさせてください。9月の前半はね、自分の意識が広がるよとか、自分の意識が解放されるよとか、もっと高い視点から物事を見れるような、ちょっと精神的に余裕が生まれるよみたいな感じの時です。でそのためにいろんな本を読んだり、実際の人の話を聞いたり、自分が違ういつもとは違うねルーティンからもうちょっと遠いところに遠出してみたりっていう風に世界を探検するみたいな感じの時なんですね。でそうすることによって自分はすごく自由になれる。私ってすごく小さな思考の中で考えていたみたいなことを気づいて広がるねっていう時なんです。で9月の3日がちょうど新月でして、でこの新月自体は非常に実務的で役割をきちんとこなすねみたいな感じの時なので、どうしてもちゃんと今ね自分がやろうとしていることをこなすにはどうしたらいいだろうかとか、戦略を立てたくなったり、専門家の意見を聞きたくなったりみたいなこともあるかもしれないんですが、そんなに難しく考えなくても、要するに物事をものすごく難しく考えて、その対策やリスクヘッジ考えてやっていかないとっていうよりは、ちょっとそういうふうなことを感じやすいかもしれないけれども、自分の感覚で、自分の頭でっていうのかな、自分の肌感で世界を見た時にちゃんと答えが出るよみたいな情報や戦略だけを聞くのではなく、本当にその場に立ってちょっと高みから見てみたら、もしくは高いところから自分自身を見てみたら、そうだよねみたいな感じで分かる。そして自由になるっていう感じがします。何か専門的に勉強していくとかそういうのはねもちろんいいですけどね。そしてもう一つ、9月の5日から火星というバイタリティが他者との関係の中で強く現れるので、もしかしたら誰かに対して挑んでいきたくなるとか、自分がちょっと遠慮していたり卑屈になっていたものを自分からアプローチしてみるとか、もう一歩いい関係にするために切り込んでいくとかっていうこともできるかもしれません。悪く言うとね、トラブルとかちょっとイラつくみたいなこともあるかもしれないんですけど、よく使おうと思えばよく使えますし、これを単に自分が何もせずに受け身でいると、自分の思うように動いてくれないなみたいなイライラになるかもしれないんですけど、自分から積極的にプラスに働きかけるっていうふうにすると、これはすごくプラスに使えますので、いい関係にいくらでも変えていけると思うんですね。はい、なので9月18日がね実は月食で非常に意識また高い時なんですけど、そこに向かって何かの答えを見つけていくなっていう感じがします、この9月前半ね。そしてカードで見てもしっかりと道を踏み外さないようにというか、道を踏み外さないように自分の中でしっかりと慎重に確認して物事をやっていきたいんだ、失敗しないようにしたいんだみたいな気持ちがあります。失敗しませんよ、全然失敗するって出てないので。それとやっぱりここまでの流れを断ち切りたいんだみたいな感じがありますね。それもとてもいい感じです。別に状況をすごい変えるとかいうわけじゃなくても、自分の気持ちとしてやっぱりこっちを向いていたけどやっぱりこっちにしようもそうだし、うじうじしていたものをやめようみたいな感じもそうだし、何か自分がこれまで納得いかなかったこととか、もっとうまくいくはずなのにうまくいかなかったっていうことに対してこだわるのはやめようみたいな感じかもしれません。そしてもう今すぐにっていうかね、本当にこの8月末やもしくは9月頭に何かのチャンスがあると思うんですよね。これは仕事でもそうだし、人間関係でもそうだし、人からすごくね優しさを受け取りますよっていうふうに出ています。これ誰かからの申し出がある。これは恋愛とかだったら
いい申し出がある、感情を示してくれるとかもそうだし、仕事でもオファーがあるとかもそうだし、その前にもやっぱりペンタクスと9があって、何かしら自分のこの人生全般に対して、生活に対してのチャンスがありましたよねって感じで出てるんですね。でこれまだ自分ではチャンスだと気づいていないかもしれませんが、実はチャンスだったんですよみたいなのがあり、それをあからさまな、例えばお給料が上がりますとか、なんかこれをしたらこれがもらえますみたいな、そういうあからさまな証拠としてチャンスとして来てるわけではなくて、何か自分の感性を褒めてもらったり、自分のネイチャー、自分のこう自然な生態っていうか、そのもの素質を褒めてもらったりみたいなね、そういう嬉しいことがあるんじゃないでしょうか。その上で、ああだったらこれもいいかもね、あれもいいかもねみたいな感じで、自分の中から可能性がすごく湧いてきます。だからやっぱりこの9月の前半っていうのは、意識が高くなる、広くなる、自由になるって感じがすごくしますね。だけど急にまたね、現実に戻ったり、現実的になって、でも今の状況だったらここまでしかできないなとか、例えばですけど旅行に行ってる時って気持ちがすごく大きくなって、なんかこんなことができてるってすごいとか、なんかすごく意識も楽しいんだけど、帰ってきたら急に現実的になって、やることが待ってるみたいなものってすごく自然に感じることですよね、皆さんね。だけどそれって別に現実に引き戻されてダメなわけじゃなくて、すでにそうやって遠くに行ったりとか何かを経験して感じた自分の細胞があるからこそ、なんか戻ってきた時に自分はちっちゃくなってるような気がするかもしれないんですけど、すでに蓄えたその細胞で今までとは違うやり方で日常をこなせるんですよっていうことを忘れないでください。なので何かこの9月の前半にこれまでやってきたことやこれまでのやり方を変えて、要するにさっき言った考え方を変えるのか方向性を変えるのか分かりませんが、何かを変えて自分は自由になるんだよっていうふうにすごく言われてます。ここでももうフールって出てますから、もうフールはまさに自由じゃないですか。そしてここでも死神の逆っていうことで、一つの時代が終わって新しくなるよっていうふうに言われていて、なおかつ運命の扉が開きますねっていうふうに言われてるんですね。この運命の扉っていうのはもう本当にその時そのタイミング、この状態だからこそ開かれる、見える扉があるっていうことなので、なんかいいタイミングがあるんでしょうね、きっと。でもこれはさっき言ったみたいにあからさまなチャンスとか昇格の話とかそういうものだけじゃないのでね、自分の本当の価値っていうものに気づくきっかけがもしかしたらあるかもしれません。そして言われてるのは、本当の自分の愛の力を信じてねって、不可能を可能にする力は自分の中にあるんだよっていうふうに言われているので、ものすごく力強いじゃないですか。どんだけ応援されてるんですかっていう感じがします。ヤギ座の皆さん、よかったですね。不可能を可能にする力がある、そこに目覚めていくのかもしれないし、やっぱり自分のなんか細胞が変わるって感じがしますもんね。感覚が変われば細胞も変わるし、食べ物も変われば体も変わってくるのもそうですしね。だから少しそのね、変容していく上での調整はありますよ。まだね、いきなりパキッと変わるわけじゃないから。でもすごく自由になる感じがしますね。そしてもう一つ星の話で、9月のこれは8月30日からですね。もう9月に入ったら入ってますので、こう華やかさとか美しさとかお金とか社交性というものがヤギ座の皆さんの社会を照らしますので、やっぱり社会がちょっと明るくなる、楽しくなる、社交性が上がるっていう感じですね。なのでいろんな世界を見てください。ぜひ人側の優しさを受け取ってみてくださいね。何かが目覚め始めるって感じがしますね。はい、ちょっとこれ踏まえた上でお仕事のことを見させてください。仕事、太陽、すごい。社交運ある時ですし、自分の専門性が際立つ時なので、意識高くなることによって自分の行きたい道や専門性っていうものが本当にバーンと開かれるのかもしれませんね。いいですね。仕事に関して悩んでないって感じです。悩まないで、悩む必要がないって感じ。とにかく自分が感じるままにやればいい。深くわざとなんて言ったらいいのかな、わざわざ
至らないところを探してそこを埋めていくっていう時ではなく、今感じるままに仕事に取り組めばいい。やりたければやればいい。挑戦したければ挑戦すればいい。仕事に意識が向かなければ向かなくてもいい。仕事だと思ってないことが仕事になるみたいな感じですね。こう仕事の感覚ってなんかこう真面目に頑張らなきゃいけないっていう感じかもしれませんが、もっと自由でいいし、もっと自分らしくあることが仕事につながるし、仕事を通しての人間関係や、空気感や何でしょうね、この、バイタリティものがっていうものがすごくバランスが取れてます。なので仕事だと思ってなかったけどこれはすごく仕事になったとか、とにかく楽しい感じがありますので、仕事のことは悩まないっていうふうに決めて、今はもしかしたら悩んでる仕事あるかもしれませんけど、9月前半はもう悩まないみたいに決めていくと、すごくいい解決策だったりとか、仕事の楽しさ、新しい楽しさっていうものを感じるかもしれませんね。どうですかね。本当にそうでしたよっていう方、ぜひコメントで教えてくださいね。全然そうじゃないよっていう方もコメントで教えていただけると嬉しいです。あと人間関係見てみますね。カップの、クイーンと戦車ですね。いいですね。何ですかね、このご褒美月間なんですかね。人間関係においてもすごく喜びがあるっていうふうに言われてます。どうしたんでしょうか。これまでがあまりにもしんどかったからすごくよく感じるのか、もしくは自分が何かをパンって切り替えることによって全く違う世界が見えているのかわからないですが、人を通しての喜びたっぷりあります。ここでも出てるし、何かいい出会いがあるのかもしれませんね。または突然現れた出会いだけじゃなくても、誰かとの関係性の中で自分本来のいい感覚っていうものをもう一度また思い出して、いい意味で感化されてね、ああ自分はこういう人間なんだとか、こういうとこが自分のいいとこだとか、そして恐れずに人と関わっていけるっていう感じです。さっきの9月5日以降のね、火星のエネルギーがこう踏み込んでいくよっていうのがあるんですけど、この時期やっぱり人と踏み込んだ方がいいですね。いい形で喜びがいっぱい入ってくる感じがします。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよとか分かりましたっていう方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではぜひご自身の力を信じて楽しい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。